こんにちは、ふるちゃんです。今回は9月19日から開催される5艇ローレルガチャ超高の3キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、山本源流祭重国です。山本源流祭重国は即属性となっており、キラーは人間キラー、ソウル特性は体力最大時限定、通常攻撃ダメージ 40% アップになります。通常攻撃以外の攻撃にやけど状態を持つ赤攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。さらに敵を撃破するごとに特定の効果が発動する撃破数ボーナス効果を持っております。10体、20体、30体の敵を撃破するたびに通常攻撃ダメージが 10% アップし、40体撃破時には通常攻撃ダメージ 20% アップの効果が発揮されます。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、通常攻撃範囲アップ 20%、敵ガード無効を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。ソウル特性、体力最大時限定、通常攻撃ダメージ 40% アップを持ち、アビリティ、スタート時バリアプラス10で序盤の体力最大状態を維持しつつ戦うことができます。また通常攻撃以外の攻撃でやけど状態を付与することができるので、うまく付与できれば継続的にダメージを与えることができるのも特徴です。さらに撃破数ボーナス効果によって最大で合計通常ダメージ 50% アップの威力向上が見込めるため、長期戦や敵が多数登場するクエストで活躍することができます。最後にアビリティ、グループバトル時通常攻撃ヒット数アッププラス2などグループバトルで強化される能力を多く持つので、人間キラーがダメージアップするルールのグループバトルで非操作キャラとして進化を発揮するキャラクターです。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は横幅のある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は自身を中心とした円範囲の攻撃をします。そして強攻撃3です。強攻撃3は前進しながらの攻撃です。最後に必殺技、問答はしまいじゃです。聞き分けがないのう。覚悟は良いかの。以上、山本源流祭重国でした。続いては卯の花烈です。卯の花烈は心属性となっており、キラーはクインシーキラー、ソウル特性は通常攻撃ダメージ 30% アップになります。強攻撃2に回復技を持つ青攻撃タイプの通常攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、弱体状態短縮 100%、敵ガード無効を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。強攻撃2に回復技を持ち、アビリティ回復技効果全体化、回復技効果アップにより仲間全体が回復します。またアビリティ体力半減時限定非ダメージダウン 50% を持つので、敵の攻撃をしぶとく耐えしのぎ、回復技で仲間の耐久面を支えることができます。さらにアビリティチームパーティー死神の通常攻撃ダメージアップ 20% を持ちます。そのため死神種族の仲間の火力面もサポートし、アビリティやソウル特性の合計で通常攻撃ダメージアップが 80% アップするので、自身も火力を出せるのが特徴です。最後にアビリティグループバトル時通常攻撃ヒット数アッププラス2などグループバトルで強化される能力を多く持ちます。そのためクインシーキラーのダメージがアップするルールのグループバトルで非操作キャラとして進化を発揮するキャラクターです。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。
強攻撃1は奥行きのある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は設置技で攻撃します。さらに体力の回復をします。そして強攻撃3です。強攻撃3は自身を中心とした円範囲の攻撃をします。最後に必殺技降りましょう水無月です。降りましょう水無月。爆道の62、百歩欄干。以上、卯の花列でした。続いては浮竹十四郎です。浮竹十四郎は力属性となっており、キラーはフォローキラー、ソウル特性は間ドロップ量 30% アップになります。強攻撃にバリアを持ち、それ以外の全ての攻撃に裂傷状態を持つ青攻撃タイプの強攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、チームパーティー、フィールド侵入時回復 20%、強攻撃範囲アップ 20% を持っています。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。強攻撃2以外の攻撃で状態以上裂傷状態を付与することができるので、敵の強攻撃を封じつつ追加ダメージを与えることができます。またソウル特性に非常に高い効果量の間ドロップ量 30% アップ、アビリティに間ドロップ量アップ 70% を持っています。合計で間のドロップ量を 100% 分アップさせることができるため、間をドロップにより大量に獲得できるクエストで最も活躍できます。さらに強攻撃2でバリアを仲間に付与でき、アビリティバリア発動数アッププラス2を持つので、自身を含む仲間を危険な攻撃から守ることができるのも特徴です。最後にアビリティ、強化石、強化賞、ドロップ量アップ 50%、敵ガード無効、潜伏無効化といった能力も持っています。そのため強化石、強化賞をドロップする共闘クエストやイベントクエストでも活躍できるキャラクターです。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は敵を押し込む前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は前進しながらの攻撃となります。さらにバリアを発動します。そして強攻撃3です。強攻撃3は自身の周りを含めた前方攻撃です。最後に必殺技、世界の正義とは何ですかです。波ことごとく我が盾となれ、雷ことごとく我が刃となれ。僧侶の断り。以上、浮竹十四郎でした。5帝ローレルガチャ超高のキャラクター紹介でした。新キャラクターは9月19日から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。